こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックシリーズの4作目、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3について解説します。3なのに4作目なんだな。今作の一つ前にソニック・ザ・ヘッジホッグ CD という外伝作が挟まったので、ナンバリングがずれてますね。ですが物語上はソニック・ザ・ヘッジホッグ2の続編になっており、テイルスの登場や2人プレイの実装など、ゲームシステム面でも2の要素を多く引き継いでいます。そんな今作ですが、実は発売までにかなり波乱万丈な道をたどった作品なんです。波乱万丈？どういうことだ？それは本編でのお楽しみです。他にも、今作のストーリーや新要素、さらには毎回恒例の隠しコマンドまで網羅的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは、ソニックのソフトやキャラクター紹介、ランキング動画や、最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ3は、1994年2月にアメリカやヨーロッパで発売され、それから3ヶ月後に日本でも発売されました。発売時期としてはソニック・ザ・ヘッジホッグ CD の翌年ですが、物語としては、1992年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ2の後から始まります。ソニック2で激闘の末にエッグマンの究極兵器、デスエッグを墜落させたソニックとテイルスでしたが、これで諦めるエッグマンではありません。カオスエメラルドの力を使って、再びデスエッグを浮上させようと企んでいました。それを知ったソニックとテイルスはエッグマンを止めるべく、再び冒険へと出発することになります。一方、墜落したデスエッグが空に浮かんでいたとある浮遊島に激突したことで、ソニックの物語に一人の男が加わることになります。それってまさか？そうです。ソニックシリーズの大人気キャラクター、ナッコウこと、ナックルズ・ザ・エキブナが今作で初登場しました。ナックルズは、格闘技が得意なハリモグラです。デスエッグが衝突した浮遊島、エンジェルアイランドに住んでおり、そこでカオスエメラルドを守護しています。ナッコウが守ってるのマスターエメラルドじゃなかったっけか？今はそうですが、実は初登場時はカオスエメラルドの守護者という設定でした。そんなナックルズは融通が利かず生真面目な性格をしており、この性格が災いしてエッグマンに騙されることもしばしば。今作でも、ソニックという悪のハリネズミがカオスエメラルドを狙っているとエッグマンに吹き込まれ、ソニックたちの邪魔をしてきます。デビュー作から騙されてる、それでこそナッコウだぜ。ナックルズが加わったことで、また一段と物語に厚みが出てきましたね。そんなソニック・ザ・ヘッジホッグ3ですが、冒頭でも触れたようにかなり特殊な経緯で開発された作品でもあります。そうそれ。一体何があったんだ？もったいぶらずに教えてくれ。まあそう焦らずに、順を追って説明しますね。実はこのソニック・ザ・ヘッジホッグ3は、もともと 3D 作品になる予定だったんです。そうだったのか。ソニック・ザ・ヘッジホッグ 3D というのが、元々のコンセプトだったそうです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ2で見事2人プレイを実現した開発スタッフたちは、今回もまたソニックを進化させようと目論んでいたんですね。しかし 3D 用のパーツの開発が遅れてしまい、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3の開発は停滞気味に。それにもかかわらず発売日が1994年の2月に確定してしまったため、それまで 3D 用に作っていたものを全て諦め、またゼロからソニック・ザ・ヘッジホッグ3を作り直す羽目になったのです。うわ、それはきつい。でもなんで発売日が確定しちゃったんだ？それは、アメリカのマクドナルドとのキャンペーンが決まったからです。ソニック・ザ・ヘッジホッグ1、2が全米で大ヒットしたことで、マクドナルドのハッピーミールにソニックのおもちゃが付くことになり、そのキャンペーンが始まるタイミングでソニック・ザ・ヘッジホッグ3を発売する、ということが決まってしまったのです。それが1994年の2月だったってことか。人気が出たからこそのキャンペーンなのに、それに苦しめられちゃうの悲しいな。全くです。スタッフたちも無念だったと思います。かくしてソニック・ザ・ヘッジホッグ3は従来の 2D 作品として作り直されるのですが、その時点で発売まで半年しか残されていなかったため、ゲームの内容を2つに分け、前編を今回紹介するソニック・ザ・ヘッジホッグ3、後編を、ソニック&ナックルズという別ゲームとして発売したのです。なるほど、これは確かに波乱万丈だぜ。にしてもよく半年で完成させたな。相当大変だったでしょうね。とある開発スタッフによると、今作が一番苦労したそうです。だろうな。そんな苦労を経て誕生したソニック・ザ・ヘッジホッグ3ですが、新たな仲間、ナックルズが登場したことに加え、他にも色々な新要素が追加されているので、当初予定していた 3D 化は叶わなかったものの、前作から確実に進化を遂げた作品になっています。それでは続いて、今作で追加された新要素について詳しく見ていきましょう。まずは、今作の基本的なゲームシステムについてご紹介します。今作では、
ソニック、テイルス、ソニック&テイルスのいずれかを選んでゲームを始めます。ソニックとテイルスはそれぞれソニックのみ、テイルスのみで攻略していくモードで、ソニック&テイルスではプレイヤーはソニックを操作し、テイルスが後ろからついてきます。ソニック2と同様、この時に P 側にもコントローラーを接続すればテイルスを 2P で操作することができます。敵を倒しつつゴールを目指すというゲーム性や、回転ジャンプ、スピンといったアクションは過去作と同様ですが、今作から、キャラクターごとの固有アクションが実装されました。例えばソニックの場合、回転ジャンプ中にもう一度ジャンプボタンを押すことで、ダブル回転ジャンプというアクションが発動します。これを発動するとソニックの周囲につむじ風が巻き起こり、わずかに攻撃範囲が広がるほか、敵の弾丸を跳ね返すこともできます。一方テイルスの場合は、回転ジャンプ中にもう一度ジャンプボタンを押すことでプロペラ飛行が発動。2本の尻尾をプロペラのように回転させ、少しの間空を飛ぶことができます。テイルスが飛べるようになったの3からなのか。2でもテイルスが飛ぶ描写はありましたが、操作時に飛べるようになったのは今作からです。このプロペラ飛行を使えばソニックでは行けない場所へ移動できるほか、2人プレイ中では、飛んでいるテイルスに向かってソニックがジャンプすると、テイルスにぶら下がって一緒に移動することもできます。また水中でジャンプボタンを押すと、少しの間を泳ぐことも可能です。テイルスは泳げるんだな。犬かきで泳ぐのかわいい。テイルスはソニックに比べるとスピードは遅いですが、この2つの固有アクションのおかげでとても使い勝手がいいです。またもう一つ特徴的な追加要素として、バリアの種類が増えたことが挙げられます。バリア自体は初代ソニック・ザ・ヘッジホッグから登場しており、ダメージを一度だけ無効化してくれる便利なアイテムですが、今作ではそんなバリアに、フレームバリア、アクアバリア、サンダーバリアの3種類が追加されました。どれも通常のバリアと同様ダメージを一度だけ無効化してくれるのですが、それに加えて、3種類それぞれに特有の追加効果があります。例えばフレームバリアの場合、炎系の攻撃であれば何度でも無効化することができます。さらにソニックでプレイしている時なら、ダブル回転ジャンプをすることで火の玉になって突進攻撃することも可能です。アクアバリアの場合は、水中で息ができるようになります。またアクアバリアを張った状態でダブル回転ジャンプをすると、地面に向かってバウンド攻撃をすることが可能です。水中でバウンドするとかなりの高さまでジャンプできるので、移動手段としても優秀です。最後にサンダーバリアですが、このバリアを張っていると周囲のリングを引き寄せます。また雷系の攻撃やギミックを無効化できるほか、この状態ではダブル回転ジャンプが2段ジャンプになります。どれも非常に強力なアイテムなので、見つけたら必ず取っておきたいですね。続いては、今作のステージについてご紹介します。今作のステージは、一つのゾーンに2アクトという構成です。ソニック2と同じですね。ただし、先ほどもご説明したように今作は前作になっているので、ゾーンの数は6つのみ。すなわち、ステージ数は全部で12個だけです。これまではだいたい20ステージくらいだったよな。半分くらいになっちゃってるのか。数で言うと約半分ですが、その分一つ一つのステージがかなり広大になっています。ステージによっては、デザイン画が畳1畳分を超えたものもあるとか。畳1畳、それはすごい。加えて今作では全てのステージにボスがいるので、確かにステージの数は少なくなりましたが物足りなさは感じないです。それでは、今作に登場するステージを簡単にご紹介しましょう。まずは今作の第1ゾーン、エンジェルアイランド。ナックルズの住む島で、はじめは緑豊かなエリアですがアクト1の中盤でイップマンのロボットが火を放ち、焼け野原に一変します。ゾーン2、ハイドロシティ。名前の通り、シリーズおなじみの水中ステージです。アクアバリアがいくつか用意されているので、確実に入手しておきたいですね。ゾーン3、マーブルガーデン。古代遺跡を進むステージで、道がたくさんあり仕掛けも多いのでかなり迷いやすいです。ゾーン4、カーニバルナイト。こちらもシリーズおなじみの、カジノゾーンです。カジノステージは仕掛け多いイメージがあるぜ。楽しい反面めちゃくちゃ迷うんだよな。ゾーン5、アイスキャップ。実はシリーズ初の氷のエリアです。背景が綺麗かつ BGM が神曲なので、かなり気に入っているステージです。最後は、ランチベース。不時着したデスエッグの再建基地です。このゾーンはとにかく広大で仕掛けも多いので、もたもたしていると時間切れになってしまいます。さらにアクト2にはボス3連戦が待っているなど、難易度も高め。最終ゾーンなだけあって、かなりやりごたえのあるステージです。ファーストステージが草原じゃなくてジャングルだったり氷のステージが出てきたりしてて、全体的に真新しいデザインだな。そうなんです。過去作とは違った雰囲気のステージが多いので、新鮮な気持ちで遊べて楽しいです。また今作にも毎回恒例のスペシャルステージが存在するのですが、今作にはなんと、2種類のステージが用意されています。一つは、リングを50枚持った状態でチェックポイントに触れると入れるステージ。
ここではカプセルマシンのハンドルに体当たりすることで、色々なアイテムをゲットすることができます。いわゆるボーナスステージですね。そしてもう一つが、ステージのどこかにある巨大リングに触れると入れるステージ。ここでは、ブルースフィアというミニゲームに挑戦できます。このミニゲームのクリア条件は、ステージ内の全てのブルーボールに触れること。このミニゲームではソニックが自動で前進するので、プレイヤーはソニックの進む方向を操作しブルーボールへ誘導していくことになります。一方で、レッドボールに触れてしまうとゲームが終了してしまいます。一度触れたブルーボールもレッドボールになるんだな。ちょくちょくリングに変わってるのはなんでだ？ブルーボールが四角形に配置されてる場合、周囲を一周することでその四角形全てをリングに変えることができます。このテクニックを駆使するのがスムーズにクリアするコツですね。そして見事全てのブルーボールに触れることができれば、カオスエメラルドを入手することができます。今作でも7つのカオスエメラルドを全て集めればスーパーソニックに変身できるので、ぜひチャレンジしてみてください。また今作にも2人プレイ用の対戦モードがあるので、簡単にご紹介しておきます。今作の対戦モードは、専用のコースを5周してタイムを競うというものです。そしてこの対戦モードではソニック、テイルスに加えて、ナックルズも操作することができるのです。ナッコー来たー。ナックルズはソニックよりスピードは遅いですが、その代わり小回りが利きやすいです。一方でソニックはスピードは最速ですが操作が難しく、テイルスは一番遅いですがプロペラでショートカットができます。使いやすいキャラを見つけて勝利を目指しましょう。最後に、毎度おなじみの隠しコマンドです。まずは、ステージセレクトのコマンド。セガのロゴの上にソニックが出てきてからタイトル画面に移る間に、上、下、上連打。リングの音が鳴ったら成功で、タイトル画面にサウンドテストという項目が追加されます。そしてこのサウンドテストを選択するとステージセレクト画面に入ることができ、スペシャルステージも含めた全てのステージを自由に遊ぶことができます。ちなみにステージセレクトからゲームを始めた場合、自動でスロー&コマ送りモードになります。ポーズをかけた後に B ボタンでスロー、C ボタンでコマ送り、A ボタンでステージセレクトに戻ります。ソニック出てからタイトル画面までって、相当短くなかったか？おっしゃる通り、今作の隠しコマンドは入力時間が非常に短いので、とても難しいです。今作にはセーブ機能もあるので、ここからステージを選ぶより普通に進めた方が楽かもしれませんね。続いては、全カオスエメラルドを一瞬で入手するコマンド。先ほどのコマンドでステージセレクトに入り、右下にあるサウンドテストで2、4、5、6の順に曲を聴きます。カオスエメラルドを入手した時の効果音が鳴ったら成功です。すべてのカオスエメラルドを持っている状態でゲームを始められるので、リングを50枚集めればすぐにスーパーソニックになることができます。今作のスペシャルステージはかなり難しいので、カオスエメラルドがなかなか取れない場合は試してみてください。最後は、エディットモード。同じくステージセレクトに入り、A ボタンを押しながらステージを始めるとエディットモードが始まります。B ボタンを押すとソニックがオブジェクトに変身し、その後 A ボタンを押すことで色々なオブジェクトに変身。そして C ボタンを押すことで、それらを好きな場所に配置することができます。今回の隠しコマンドは全部ステージセレクトから始まるんだな。そうなりますね。それぞれの隠しコマンドは単純ですが、ステージセレクトに入るのが激ムズなのでなかなか試すことができません。何かコツとかないのか？セガの背景が暗転したらすぐに入力を始めて、とにかく素早く、かつ途切れずに入力することですかね。それが難しいんじゃないか。要はやるしかないってことです。成功するまで根気よく試してみてください。世の中うまくいかないもんだぜ。以上、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3の解説でした。分作になっちゃったのは残念だけど、それでも前作からしっかり進化しててやりごたえありそうだったぜ。これを半年で作り上げたの改めてすごい。でもやっぱり、後編のソニック&ナックルズがどんなゲームかも気になるな。もちろんソニック&ナックルズの解説動画も作る予定なので、楽しみにしていてください。また今作もソニック CD と同様あまり移植版が出ていないゲームですが、こちらも2022年に発売予定のソニックオリジンズに収録される予定なので、発売したらぜひ遊んでみてください。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価、またたくさんのコメントをぜひよろしくお願いします。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。